おはようございます。コーヒーと葉巻が一番うまい。あとは美味しくない。おお、バランスが悪いなこれ。こんな感じですかね。こんな感じかな。斜めって。おはようございます。シャワーチャレンジね、ちょっとこのホテルに来てから一回も成功してないんですけれども、お湯が出る日が来るのかと。このホテルのもともとむしろお湯が出ないホテルなんじゃないのかと心配になってきました。元から設計上最初から水しか出ないとか、そんなバカなって感じですけれども、キューバならありえますね。いやでも日本は春一番が吹いてもう春に入ったって感じなんですかね。あったかいんですかね。パイナップルはね味がないです。おっしゃる通りパイナップル黄色くないと甘くないので、白いパイナップルって硬くてサクサクしてて味がないんですね。何に例えたらいいんだろうな。白菜の芯の部分がすごく硬くて甘みがない感じです。はい、日本に並んでる果物は全て品種改良してるんで甘いので、ああいう果物は絶対ないです。長野は雪が降っています。雪か、まだ冬だな。ちなみに今ハバナ24度ぐらいなので、はい、後ろを見てもらったら分かる通り、これから日が高くなってくるんで、どんどん値段じゃねえな、温度がね上がってくるんでね。今でもすでに暖かいけれど、埼玉は北風吹いてます。北風か、ここ北風多分吹いたことないんだろうな。おはようございます。いやー、あったかいところだけが取り柄だからな。むしろ春とか夏だったら別に日本から出る必要はないんだよね。もうさっきツイッターでキューバ料理を出してる品川のお店について写真付きでツイートがあったけれども、びっくりしましたね。あったかくて羨ましい。あったかいっつうか暑くなるんですけどね。キューバ料理ね、これは言いたいけれどもね、ザ・シェフだっけフードトラックでキューバサンドを売ってなんか人気になっていくお店の映画、ハリウッドでありましたよね。あれのせいでね、キューバサンドがすげえうまいもんだと思ってる人がいるんですけど、あれアメリカで作られたサンドイッチなので、マイアミで作られたキューバサンドイッチなので、キューバサンドイッチじゃないんですね。キューバ革命でキューバ人がアメリカのマイアミに逃げていって、そこでアメリカの食材で作ったキューバ人が作ったサンドイッチなんで、キューバンサンドイッチなんですね。映画見るとホットサンドで中がとろけるチーズとかたくさん具沢山ですごい美味しそうなんですよね。で俺もカフェとかに行ってキューバサンド日本で食べました。あんなのねキューバで見たことないですよ。キューバのキューバサンドの特徴は 2,3 日ぐらい経ったバンズを焼いた後に中に冷蔵庫から出したばっかりのスライスしたチーズとスライスしたハムを挟んで出す、それだけなので、食べると外サクじゃない、外ガリ、中ヒヤッとしてるんですよね。で中には別にマスタードもバターも何も塗ってないので、
はっきり言ってゴミですね。本場のキューバサンドを食わせてやりたいですよ俺は。いや食わないに越したことはないんですけれども。何ですか。ツイッター見たんですが、キューバのご飯ってそんなにまずいですか。まずいです。ゴミです。ゴミ以外何物でもないです。一かけらでいいので温かさをください。キューバ来てください。五十嵐さん3回目のワクチン打ちますか。打ちますよ。まだねなんだっけ、接種票が来てないので打ってないです。多分帰ったら届いてんじゃないですかね。雪か。キューバで雪降ることは一生ないだろうからな。みんなにキューバの人にみんなに聞いたら雪って見たことないっていうふうに言うんで、冷たいのって。大体キューバ人は寒気かな、寒気に年に3回ぐらい3日ぐらいあるんですけれども、20度を切る温度がねと、寒い寒いって顔色変えてね大騒ぎするんでね、そんなん持ってたのっていう感じで革ジャンとかダウンとかね持ち出してきてガタガタ震えながら外歩いてるんですけれども、でも南国特有だと思うんですけど、部屋の中のエアコンの設定温度とかね16度とかなんですよね。南の国特有だと思うんですけど、エアコン効かせてれば効かせてるほどサービスだっていう風に思うらしいんで、タイとかもそうですよね。めっちゃ寒いのだけどみんなキューバの人たち半袖とかで平気な顔して歩いてるんで、部屋の中ね。あ、そうだ、今日土曜日だ。昨日カレー食べるの忘れちゃったな。カレー飯持ってきたんだけど、今日食べれば脳幹ということでいいですかね。そもそもね時差があってこう狂ってるし、日本の時間じゃないからよしっていうことにしときましょう。紙巻きは吸いますか。すいません。今食べましょう。今昼飯朝飯食ったばっかなんで。うどんげピングさん、紙巻きはすいません。というか紙巻きと葉巻きは別物なので、葉巻き吸うから紙巻きも吸うっていう風なまた別の話だと思います。キューバは今日金曜日なのでセーフです。キューバ今日金曜日か。じゃあいいや。前の配信でもお話しした通り、紙巻きの親玉が葉巻っていうわけではないので、同じ枠でくくるのはちょっと無理があるかなっていう風な感じですね。だって同じ小麦でできてるけど、パンとうどんって全くの別物でしょ。紙巻きの場合は極限までタバコの成分を排除してから作るんで、そもそもあれがタバコなのかっていう風なのもねかなり疑問があるんですけれども、要はただの紙でも紙巻きタバコって作れるんでそうっすね。多分ねタバコっていう呼び方がね日本だけなんで、それがいろんな誤解を生むと思うんですけれども、タバコTABBACO か。タバコは世界で通じる単語ですけれども、植物のタバコ葉を使った、加工品嗜好品全てをタバコっていうんですね。なんで日本みたいに紙巻きタバコのことをタバコっていうふうに呼ぶのは珍しいです。世界的に言ったら紙巻きタバコはシガレット、葉巻はシガで、どちらもタバコなので、一番目にするタバコ嗜好品だから紙巻きタバコはタバコっていう風になったのかもしれないですね。昔はねキセルの時代はキセルのことをタバコっていう風に日本では呼んでたので、そこら辺ね
日本人って名付けとか命名にすごい細かそうに見えるけれども、大元かなりアバウトなんですよね。大多数がそうだったらもうそれでいいだろうっていうふうなのが日本語のいいところで、形が変わっていくところの理由なんですけれどもね。よくなんだろうな、何々っていう言い方は日本語として正しくないみたいな感じで、マナー講師みたいな感じで物申す人とかね、ネットとかによくいるんですけれども、全然いいとかいうふうな言い方はおかしいとか、全然は否定とか打ち消しだっていうふうに言う人がいるんですけれども、もうちょっと昔になると別にどちらの意味でも使われてたんですよね。要は大多数がそういうふうに使ってるんだったらそっちでいいっていうふうにするのが日本語のいいところなので、だからタバコも日本では紙巻きタバコのことをタバコって呼ぶんですね。本来は世界的に見ればパイプも、葉巻も紙巻きも、あとは鍵タバコ、粉々で鼻で吸うやつですね、あれも全部タバコです。でも日本は紙巻きタバコだけタバコと呼ぶっていうふうなところが、まず前提からして違うので、海外からタバコとか葉巻の話を持ってきて日本に日本語に翻訳して噛み砕くとすごく難しいんですよね。そこでこうつまずいちゃってもうやめたわからんっていう風なままにしてる人とかが日本の場合葉巻の本とか書いてるので、みんな言ってることはめちゃくちゃです。まあ何でもね、完全に基本を抑えないとね、そこから発展はしないしね、自分のものにならないし、どんどんボロが出てくるんで、葉巻についてはね、そういう基本をぜひ押さえてもらいたいなと思います。知らずに捨ててもね、葉巻の味は変わんないかもしれないですけれども、葉巻の味をね受け取るその人の気持ちとか考え方は変わるんで、やっぱり違うんですよね。いやでもまあ俺が葉巻捨てる姿だけ見てても面白くないでしょうから、もうプールに出てる人とかがいる。いいな。大体皆さんどこから来てんですかね。言葉を聞く限りフランスからの方が多いみたいですけれども。空きれい。空きれい。なんですか。そうですね、知らなくても楽しめるとは思うんですけれども、葉巻って高いじゃないですか。物によると思うんですけれども、そういう高い嗜好品をただ単に美味しいとかいう風なだけで表面だけさらってやって燃やし尽くしてしまうのははっきり言ってもったいないと思うんですよね。表面だけさらっとなぞって吸って終わりにするだけでは葉巻はさすがに高すぎると思うんですよ。だったら元取れじゃないですけれども、いろいろなことをした方がねいいと思うんですよね。でもね、なんか嗜好品についてはね知識を軽んじる人とかも結構いるんですけれども、逆になんかいろいろ知ってるのがオタクでかっこ悪いみたいな感じで思ってる人もいるんですけれども、俺に言わせると逆ですね。それは知らないことを知られるのが恥ずかしいから、そんなもん何も知らなくていいんだみたいな感じでポーズで言ってるだけですよ知らない人が偉いわけないですから、知ってるに越したことはないんで。むしろ知らない人間、持ってない人間の方が立場的には弱いのは当たり前の話なんで、なんですかね、これも弱者の方が強い、少数派は声がでかいみたいな感じなんでしょうかね変だと思いますけれどもね。
ところでハウスロールって無限にもらえるんで、シガーショップに行くと捨てるのももったいないから吸うんですけれども、当然ながらフィラーケチってるんで燃焼がすんごく早いんですよね。あっという間に燃える。だってこれ配信開始した時から火つけたからまだ16分ぐらいしか経ってないのにロブスト半分も残ってないですからね。しょうがないなでもな、ハバノスをくれとはさすがにね言えないんでねあれは売り物だから味はどんな感じなんですか？美味しくないです。ハバノスとハウスロールは似て非なるものなので、ハウスロールはレシピとかがなくてその場にある葉っぱからガサッとライブ的に巻いて作るやつなんですね。そもそもシガーショップにいる、トルセドールとかがハバノスの工場を辞めたり退職したやつがそこに入るんですね。でそこのお店に支給される葉っぱを、巻いて観光客とかに売ったりプレゼントしたりする。だから例えば同じロブストでも、ハバノスとハウスロールではハウスロールはハバノスの半額以下とかもう小銭とかで買えるんですね。ぶっちゃけて言えばその値段の違いが品質の違いです。ハバノスの場合吟味された葉っぱを的確なレシピで厳格にまとめられてそれで作られてるんで味わいがその銘柄ごとによって特徴があるんですけども、ハウスロールっていうのは全部味が違うんですよ。そうですね、他のもので例えるのはちょっと難しいんですけれども、要は日本酒の蔵元とかに蔵元に行かないと飲めないお酒とかありますよね。流通させないし、流通するためには品質が足りないけど、ここで飲めるどぶろくみたいな感じのやつ、そういう風なのがハウスロールなので、確かに珍しいけれども希少価値は高くないし特に美味しくはないです。あとはレシピがないっていうことなので当然ハバノスみたいに寝かせて熟成して味が変わるっていうのもないです。ハウスロール10年ぐらい熟成させたこともありますけれども基本的に味抜けてまずいです。でレシピがないのでハバノスに特有の味が吸っていくとだんだん変化していくっていう風な変化もないので最初に火つけた時から味が変わらないので上調で途中で飽きます。キューバにいる時しか吸わないですね。はい。時々ハウスロールとかを売りにしてるねところもあったりしますけれどもあれは子供騙しです。葉巻のことに詳しくなったらもう行かなくなりますね。なんだろうな、なんか適当に当てはまる例えとかがねぴったりはまるのとかがあったら伝えやすいし、すんなり腑に落ちるんでしょうけどなんかないかなそういうの。イージースモーキング用ですね。味わうものじゃないです。うわーそれは高すぎでしょ。だってハウスロールのロブストとかだったら500円ぐらいで売ってるもん。ぼったくりすぎですね。で例えばロブスト3、4千円とかだったらハバノスのロブストよりも高いってことですよね。そんなのありえないですよ、だって品質的にもハバノスの方が上ですもん。安く仕入れて高く売るのは資本主義のね習いかもしれないですけれどもそれは情弱商売ってやつじゃないでしょうかね。でっかいシゴリロみたいな感じなのかな。そうかもしれないですね。シガリロっていうのは葉巻じゃないのでよく葉巻捨てみたみたいな感じで YouTube でシガリロ捨ててガクッみたいな感じになる時ありますけれども、シガーっていうのは外側からラッパーバインダーフィラーっていう風に3種類の葉っぱの構造になってるんですよね。シガリロはそうなってません。
ていうかそもそも葉巻っていうのはこれだったんですけれども、葉巻を名乗る商品がいろいろ出てきたんで、それと区別するためにそもそも元からあったシガーをプレミアムシガーっていう風な名前を付けざるを得なかったんですよね。ミニシガーとかシガリロとかショートシガーとかいろんな銘柄、いろんな名前ネーミングで作られるようになっちゃったんで、だからオリジナルの名前を変えざるを得ないっていう風なのはよくある話なんですよね。食材なんかに多いですよね。だからもともと例えば魚とかだったらこれはこういう風な名前だけれども、それに似た魚を売るようになったんで、大元の魚の名前も変えざるを得なくなっちゃったみたいな感じのとかよくあるじゃないですか。魚はねちょっとね詳しい方がいるんでその人に説明してもらえば一番いいんですけれども、例えば貝類なんて一番多いですよね。イシダイとかクロダイとかいろんなタイが名前つくようになっちゃったから、タイじゃないのにいろんなのも出てきてタイをマダイにせざるを得なくなっちゃったとか、そんな感じですよね。でそもそもさっきの紙巻きタバコと葉巻タバコの違いみたいな感じなんですけど、シガリロも葉巻の一種類ではないです。日本で言われてるシガリロっていうのはキューバではシガリロって言っても通じないんですよ。シガリロっていうのは日本特有の形のタバコにつけてる名前なんですよね。じゃあこれなんていうのっていうふうにキューバでシガリロを出して、日本でいうシガリロを出して言うとメカニザードっていうんですね。メカニザード。メカニザードは機械製っていう意味です。機械で作ってる。シガリロはタバコの乾いたタバコの、葉っぱを、ガッチャンガッチャン機械で作る、機械で詰めて打ち出すようなもので作ってるんですよね。だからそもそもこのハバノスプレミアムシガーとは構造も中身も全然違います、ショートフィラーだし。じゃあシガリロって何っていう風な話なんですけど、葉巻っていうのは例えばこれはロブストですね。ロブストっていうビトラなんですけれども、実はシガリージョっていうビトラもあるんですよ。ラファエル・ゴンザレスから出てますけれども、見てみると本当にシガリロサイズの葉巻なんですよね。でも構造はバラしてみると中身ちゃんと葉巻なんですよ。そのビトラをシガリージョって言ったんで、形と大きさだけ見てじゃあこれはシガリージョシガリロなんだっていうふうに日本の人が勝手に名前つけたんですね。だからねそこら辺本当なんだろう、家系図みたいな感じでつけていくと分かりやすいと思うんですけれども、ただそれがね固定常識に日本ではなっちゃってるので、なかなかねそれをね解説して説明するのもね難しいっていうか面倒くさいですよね。素材も構造も決定的な違いがあるのにシガリロを葉巻と捉える人が多いのは何ででしょうか。これね小売店の責任ですね。お店の人はそれを取り扱ってるからって詳しいとは限らないんですよ。でも消費者から見たら全部同じなんですよね。例えばもしかしたら失礼な言い方かもしれないですけども、ワインの専門店のエノテカさんとお酒をたくさん売ってる格安さんはどっちもお酒扱ってますよね。でも一般消費者から見たらどっちも同じなんですよね。どちらも例えばワインに詳しいだろう。でもおそらく圧倒的に知識の差があるんですよね。そしてエノテカさんでも店員さんの中で資格を持ってらっしゃる人とか持ってない人とかの違いもあると思うんですよ。だから、小売店でそのものを扱っていたとしても知識の厚さっていうのは全く違うんですよね。でも一般的なユーザーから見たら全部同じに見える。そして小売店も、知らない人とかがもう出しちゃうんですよね、その名前で。で、ボリュームで言ったら知らない人の方が多いんですよ。でボリュームが多ければ声が大きいんで、そういう風に市場もなっちゃうんですよね。
だからコンビニとかに行ったら葉巻とか言ってシガリロだろうとプレミアムシガーだろうとプラスチックケース入りのものだろうと全部一緒くたに売ってる。で受け取り手側はそういうふうに売ってるからそうなんだっていうふうに思っちゃうんですよね。だから責任はどこにあるかって言ったら小売店だと思います。ちゃんとした情報を出さないところが悪いので。シガリロのパンフレットのようなものにもシガリロは小さな葉巻と書いてありますしね。そうですね、まあもうそもそも外国語を日本語に訳すときに間違いが発生しちゃってるんですよね。例えば紙巻きタバコの方は紙で巻いてるっていうことですよね。紙巻き巻いてるってことは中に何かが入ってるタバコの葉っぱなんですけれども、葉巻の場合は葉で巻いてる。でも中に詰めてるんじゃなくてただ単にずっと葉っぱを巻いてるだけなので難しいですね。それだいたいシガレットとシガーに紙巻きと葉巻っていう言葉を当てはめてるだけなので、それが正しく通じるかっていう風な話とはまた違うんですよね。なんだろう、だから結局海外の要所とかを、日本語に翻訳したらどうしても100% 受け取れないじゃないですか。内容現象は現象で読むしかないっていう風なことと一緒なんだと思いますよね。だからそれをうまく翻訳するにはそれに相当精通した人が注釈とかをたくさんつけないと本当はいけないんだと思います。理解をずれさせないために。シガリロは葉巻巻いた時のクズを使って作ってるんですよね。だから葉巻と一緒って思うのかも。クズは同じじゃないですよね。でもクズになった時点ではもう同じじゃないじゃないですか。なんだろうな、例えばサラダ作る時に出た野菜くずとかを使ってもう一回サラダ作るって言ったらそれはサラダじゃないんですよね。くず野菜なんですよね。だから結論として葉巻のことをよく知らない人がこれは細巻きの葉巻だろうということでシガリロを葉巻の一つだっていうふうに出しちゃったのが大元の違いなんだと思います。日本語でいうシガリロと葉巻の違いっていうのはどのぐらい違うかって言ったら、要は搾りかすから作ったものなのでブランデーとグラッパぐらい違うと思いますよ。シガリロはグラッパほどうまいとは思わないですけれども。ただねシガリロ吸ってる人にもそれはシガリロで葉巻じゃないですよっていうのもめんどくさいですし、それでそうなんですかっていうふうに素直に引っ込めるほどの人とかはそんな自己主張したりしないでしょうしね。ほっとけばいいと思いますよ。恥をかくのはその人なんで。でそのことを知って恥ずかしいなって思ってちゃんとした葉巻を吸おうっていうふうに思ってくれたらそれでいいんじゃないですかね。情報を提供してもそれをしっかり受け取るか自分で理解しようとするかっていうのはまずその人の気持ち次第なので、人間は自分がそういうふうに思いたいものを思い込むようにできてるので、そこら辺はね SNS でね顕著ですよね。なんかデマとか陰謀論とか結局そういうふうなシリアスな言葉を当てはめたらなんかおかしいように見えるけれども、みんな普通に誰でもそうなんで、自分に都合のいい色眼鏡を通して情報はねキャッチしてるんで、できるだけそういうふうなものに惑わされないのがよくできた人っていうことになるんで、よくできた人の方が世の中少ないです葉巻一つとってもそうなんですから、世の中の生活の中ではもっともっといろんなことそういうふうな似たようなものありますからね。
本当はハウスロールってフィラーケチってるな。こんなんなっちゃいましたよ。だって30分ぐらいしか経ってないのに。おはようございます。しかしあれですよね、海外はね、日本以外の先進国って基本的に禁煙じゃないですか。屋内禁煙全面、こんばんは。で外は全面喫煙 OK なんですけれども、外国歩いてると路上にものすごい吸い殻とか落ちてるんですよね。だから中汚くても中綺麗でも外汚かったら関係ないんじゃないのかなって日本は内と外っていう風な考え方の違いがあるんで、中も外も綺麗にする、外は外で考えるっていう。外国の方はそういう風なのあんまないんでしょうね。そしてキューバにいるとほとんどの旅行客、外国人観光客はタバコか葉巻吸ってますからね。本当は好きなんだろうなと思いますよね。そうなんです。ハウスロールをするべし。もう石上さんもナウスモーキングですか。でも俺そろそろスモーキング終わりますけどね。葉巻も別にこんぐらいちびけても吸っても構わないと思うんですけれども、まあやけどしないうちにねやめればいいと思います。これ確か動画でも言ったかもしれないですね。吸った時に顔に熱を感じるぐらいになったらもうやめてもいいと思います。そんなこんなでもうこれ限界なんでね。もしかしたらまた気が向いたら明日も配信するかもしれないです。何か質問することとか聞きたいなとか、キューバのこととかなんか聞きたいなっていうふうなことがあったら考えておいてください。お答えできるかもしれません。それでは日本の皆さんまた。